皆さんこんにちは。キキキリンでございます。今日はね、承認欲求は悪じゃないけれど使い方を間違えると地獄というちょっとややこしい話をあえてしてみようと思います。最近の世の中を見ておりますと、承認欲求はダサい、承認欲求の塊なんて、悪口の定番みたいになっておりますけれどね、正直に申し上げますと、そんなきれい事を言っている人ほど一番認められたがっているように私には見えるんです。人から認められたい、褒められたい、分かってほしい、それ自体は人間として当たり前の欲ですよ。食べたい、眠りたいと同じようなもので、承認欲求はゼロですなんて言っていたら、それはもう人間やめますって宣言しているようなものです。ただね、この欲をどこの誰にどんな形で差し出してしまうかによって人生がぐっと楽にもなるし、じわじわ地獄にもなる。そこをあんまり教わってこなかったのが今の日本かなと私は感じています。今の若い方を見ていると、認められたいより先に変に思われたくない、嫌われたくないという守りの欲がべったりくっついているように見えます。いいねが欲しいのに承認欲求あると思われるのは嫌なんですね。これなかなか面倒くさい状態です。幽霊を怖がりながら自分が白い布をかぶってうろついているようなものです。自分の欲を自分で一番は自ずかしがっているうちは何をやっても満たされません。まずね、私人に認められたいんですって自分に白状するところから始めたらいいと思いますよ。でそこを認めた上で、じゃあその承認欲求どこに預けるのが一番マシなのかをちょっと冷静に考えてみる。これが地獄行きとマシな人生の分かれ道かなと感じています。承認欲求が地獄になるパターンはね、大体決まっております。一つ目は顔の見えない多数に評価を預けてしまうとき、どこの誰だかわからない人たちからいい悪いと札を貼られることを生きる目的にしてしまう。これは私から見ると毎日見知らぬ通行人に今日の私何点ですかと頭を下げて回っているのと同じです。疲れるに決まっています。しかもその通行人たちはあなたの人生の責任なんて1ミリも取ってくれません。気まぐれで点をつけて飽きたら立ち去るだけです。そんな人たちの点数で自分の価値を決めてたら心が持つはずがないんです。2つ目は結果だけで認められようとするパターン。点数、肩書き、収入、再生回数、そういう数字を人生の通信簿にしてしまう。数字は確かに分かりやすいですけれど、あれはあくまでたまたま今こうなっているという状態の記録でしかありません。一瞬で変わりますし、上には必ず化け物みたいな人がいる。数字を追いかけること自体を悪とは申しませんが、数字が下がった私はダメ人間というところまで心を売り渡してしまうと、これはもう立派な地獄です。3つ目は自分が嫌いなキャラで認められようとすること。無理に明るく振る舞う、何でもポジティブに言い換える、優等生のふりをする。これを続けていると、会う人からあなたの仮面が好きですと言われ続けることになります。これはね、かなりきついですよ。本当の自分がずっと楽屋の隅で正座させられている状態ですからね。人から褒められるほど自分が空っぽに感じていく。承認欲求が満たされているようで、実は本体はどんどん干からびていく。こういう認められ方は遅かれ早かれ心が反乱を起こします。途中で学校に行けなくなる人もいれば、突然何もやる気がなくなる人もいる。サボってるのではなくて、このまま褒められ続けたら死ぬと体が悲鳴を上げているんです。地獄というのはね、炎がメラメラ燃えているところだけじゃなくて、自分で自分にうんざりしながらでも褒められたいから演じ続ける、長いトンネルのことも指すんだと私は思っています。では承認欲求は悪じゃないと申し上げる以上、どう扱えばまだマシなのか、私なりの答えを3つほど申し上げます。1つ目、承認欲求の相手を数ではなく顔の浮かぶ何人かに絞ることです。世の中全員に好かれたいというのがそもそも無理な相談なんです。仮に好かれたとしても、そんな世界、私は気味が悪いです。自分のことをちゃんと見てくれている数人で十分です。家族でも友人でも仕事仲間でもいい。この人に分かってもらえたらそれでよしという人を少しずつ選び直す。その代わり選んだ相手には自分の都合のいいところだけじゃなくて、みっともないところもちょっとずつ見せる。背伸びしないで認められる関係を一つ二つ増やしていく方が100万人からの上辺の拍手よりよほど効き目があります。
2つ目、承認してもらいたいのは結果よりあり方にしてみること。これは役者をやっていて強く感じたことです。賞を取った年もあれば、ひっそりと終わっていく作品もある。世間の評価なんて気温みたいなもので毎日変わります。でもあの人はあの年になってもちゃんと現場に来るね、この人は誰に対しても態度が変わらないねっていうあり方に対する評価はそう簡単には揺れません。私自身名女優と言われるより、年を取ってもちゃんとやってるよねと言われる方がよほど気が楽でした。結果はおまけ、あり方が本体。そう切り替えるだけで承認欲求はだいぶ優しい顔になります。3つ目、自分で自分をちょっとだけ認める練習をすること。ここが一番照れくさいところでしょうね。日本人は自分を褒めましょうと言われると急に気持ち悪くなる生き物ですから、別に声に出して私ってすごいと鏡に向かって言う必要はありません。ただあの時行きたくない場所にちゃんと行った、落ち込んでても約束は守った、失敗したけど逃げずに頭を下げた、そういう他人が気づかない小さなことを自分だけは覚えておく。その内側のメモ帳を誰かの拍手より大事にする。これができるようになると不思議と外からの評価が少し静かに聞こえるようになります。承認欲求を全部捨てようとするから苦しくなるんです。食欲だってゼロにしたら死ぬだけでしょ。それよりジャンクフードばかり食べてないかしらと自分の欲の質を確かめる方が現実的です。承認欲求も同じです。安売りの褒め言葉ばかり食べていると心が栄養失調になります。地味だけどちゃんと噛まないと飲み込めない言葉を大事にした方がいい。叱られた中の一言やあなたはそういうところがあるからねと苦笑いされるような指摘の方が自分を長持ちさせてくれることも多いんです。今の世の中はとにかく比較の火力が強すぎます。毎日誰かが成功して誰かが炎上してそれをずっと見せられていると、私も負けていられない、しくじったら終わりだと心が勝手に走り出す。でもね、人生ってそんな競争じゃありません。陸上競技場で全員が全力疾走しているわけじゃなくて、商店街をそれぞれの速さで歩いているようなものです。走りたい人は走ればいいし、立ち止まってショーウィンドウを眺めている人がいてもいい。なのにみんな走ってるように見えるから無理にダッシュして息切れして倒れてしまう。承認欲求を燃料に走るのは構いませんが、どこに向かって走っているのか、誰に見せたくて走っているのかだけは時々立ち止まって確認した方がいい。その作業をサボると気がついたら誰の顔も知らない観客席に向かって死ぬ気でパフォーマンスしている自分に出会うことになります。私が生きていた時代にも承認欲求はありましたよ。ただ今ほど他人の人生が一度に目に入っては来なかった。近所と家族とたまの芸能ニュースくらいでしたから、比べる相手も限られていた。それでも人は十分悩みました。今はその何倍も比較の材料が流れ込んできている。だからこそ自分は自分という感覚を意識して育てないと簡単に流されてしまうんです。最後に一つだけ覚えておいていただきたいのは、承認欲求はちゃんと扱えば人生の味方にもなるということです。人に認められたいからこそ勉強を続けられたり、仕事を丁寧にできたり、誰かに優しくなれたりする。それは全く悪いことではありません。ただ認めてくれない人を説得することや全員から満点を取ることに人生を捧げてしまった瞬間からゆっくりと地獄が始まる。むしろこの人には分かってもらえなくていいやと手放せる相手を増やしていくことが大人になるということかもしれません。みんなに優しい人でありたい、みんなから好かれたい、その欲は否定しません。ただね、みんなを選び直す勇気だけは持っておいてほしい。全員からの拍手を待つより数人の本音の苦言を聞ける人の方がずっと強いし、ずっと自由です。承認欲求は悪じゃない、ただの火種です。その火で自分の居場所を温めるのか、自分の心の家を燃やしてしまうのか、それを決めるのはあなたの使い方だけなんです。今日はその話をどうしてもしておきたかったんです。